スマホ持って上向きに寝ましょう。手を腰に入れます。手のひらが余裕ですっぽり入ってしまう方、反り腰気味です。げんこつがすっぽり入ってしまう方は、かなり反り腰です。理想は手のひらが入るか入らないかぐらいの状態です。1回で変化出ますので楽しみにしててください。まずは、片足ずつお腹に近づけましょう。スピード勝負じゃないです。できる限り、普段動かさない範囲まで高く上げる。呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくりいいですよ。で、しっかり上げ切ることで、普段使わないこの股関節付け根や下っ腹の筋肉を使います。呼吸は止めないで。ゆっくりでいいです。しっかり上げ切るです。反り腰の原因は、腹筋が弱くなったりとか、前もものね、筋肉の硬さです。ちゃんと変化出ますので、最後までね、一緒に頑張りましょう。OK です。そしたら次は、膝曲げたまま、足をお腹にぐっと近づける。近づける。呼吸止めないようにしましょう。しっかり前ももをお腹に近づけるときに、こうやってお尻がちょっと床から浮くぐらい上げると最高です。頑張って。さらに頑張れる人は膝同士つけておくと内ももも効いてきます。頑張って。呼吸止めないようにしましょう。しっかり下っ腹意識して腰に対して無理しないで、どうしてもきつかったら上げる、一回下ろす、上げる、一回下ろす。これでも OK です。で、途中ね、サボったりとか、再生速度を速めたり遅めたりしながら、最後まで一緒に頑張りましょう。OK です。そしたら次は、右の股関節、大きく外回りしましょう。内から外に回します。ご自身から見て反時計回りですね。早く回すことが目的ではないです。普段動かさない範囲で動かすことが目的なので、ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で、反時計回りですね。回しましょう。股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さく痛みがない範囲で回しましょう。呼吸を止めないようにして、スピード勝負じゃないですからね。頑張って。呼吸止めないで。よし、OK。ついてきてますか？逆足もいきますよ。左足、内から外に大きく回しましょう。こっちもね、ゴリゴリなるよって方、痛みがある場合は、痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はね、ゴリゴリ手も大きく回して大丈夫です。ご自身から見て時計回りですね。内から外に回してます。どうしてもね、股関節ゴリゴリになるのが気になるよって方は、概要欄にね、股関節ゴリゴリになる方向けの動画、概要欄の下の方貼っておきますので、ぜひ試していただければと思います。呼吸止めないで。きつかったらね、再生速度速めたり遅めたり、各種目の最後の10秒、サボっても OK です。よし、OK。そしたら次はですね、膝曲げたまま足パカしていきます。普段開かない範囲まで開ききる、内ももを使って閉じきる。開ききる、閉じきる。なるべく高い位置でやると、こんな感じでお尻が床から浮いてきて、下っ腹にも効いてきます。腰が痛い方は、スマホを持ってる方と反対の手を、こうやってお尻の下に入れると、だいぶね、腰への負担が減ります。しっかり閉じ切る。スピード必要ないですよ。限界まで開ききる。内ももを使って閉じ切る。限界まで開ききる。閉じ切る。呼吸を止めないで、なるべく高い位置でやると、下っ腹にも効いてきて、反り腰に効果的です。よし、OK。そしたら、膝曲げたまま足を下ろしましょう。ちょっと休憩しますよ。限界まで息吸ってお腹膨らませます。これ以上膨らまないよーってところまで膨らませましょう。限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐きながらお腹へこませて、吐いて吐いて吐いて、吐いて吐き切って、お腹へこませながら吐き切って、お腹硬くなってれば OK。もう一回吸って、限界まで息吸って、吸って吸って吸って、限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐き切って、吐いて吐いて吐いて、お腹へこませて、しっかり吐き切って、よし、OK。そしたら次はですね、空いている手を腰の下に入れます。で、この状態で、手のひらをね、潰すイメージ、ギュッと。お腹で手のひらをギュッと潰すイメージ。ギュッと潰す。ちょっとこうやってお尻が床から浮いてもいいです。手のひらをお腹でギュッと潰す。この腰をね、使ってギュッと潰す。
手のひらが潰れてる感覚があれば OK です。ギュッとお腹へこませると手が潰れる感じあると思います。ラスト1回一緒にへこませましょう。お腹へこませながらギュッと手を潰す。よし、OK。そしたら次、みんな大好きな自転車こぎ行きましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で動かすことが目的なので、なるべく高い位置で大きく回しましょう。下っ腹使う感覚ありますか？頑張って頑張って。きつい。なるべく高い位置で回す。下っ腹お腹効いてますか？腰痛い人は空いてる手をお尻の下入れても OK です。頑張れ頑張れ。きつかったら各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度速めたり遅めたりしてもいいです。頑張りましょう。きつい。頑張って頑張って。よーし、OK。きつかった。そしたら一回膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに足を開きましょう。で、その状態で、つま先をね、内、外にねじっていきます。休憩の股関節ストレッチです。この付け根からね、動かすイメージで、内、外にねじっていきましょう。どうでしょう皆さん、ついてきてますか？一応こんな感じでね、きつい種目の後には休憩ストレッチ入ってますので、安心してください。もしきつかったらね、各種目の最後の10秒サボる。もしくは再生速度早める、遅めるやって、乾燥しやすいようにね、自分のペースやっていきましょう。で、この次の種目から一回うつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになる準備してくださいね。OK、うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、上半身べちゃっと寝かしちゃって、かかとをお尻にパタパタ動かしていきましょう。なるべくお尻にかかとを近づける。スピード重視じゃないです。で、空いてる手で、裏ももとお尻の境目、ここ触って、ここの筋肉、使ってるなーって感覚があったら最高です。裏ももとお尻の境目の筋肉使うことが目的です。ゆっくりでいいので、ここを意識しながら、かかとをお尻に近づけましょう。いまいちね、裏ももお尻の境目の筋肉使ってる感覚ない方も、意識しながら練習してればね、わかるようになってきますので、一緒に頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次はですね、足閉じて膝同士つけたまま、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返しましょう。締める、緩める。で、しっかりお尻の穴締め切ると、内もももね、力入ってる感覚あるんじゃないかなと思います。お尻の穴ギュッと締める、緩める。ゆっくりでいいです。しっかりお尻の穴締め切る、緩めるですよ。スピード勝負じゃないですからね。皆さんどうでしょう？ついてきてますか？一応ね、各種目の、種目と種目の間の秒数とか、皆さんがね、やりやすいように調整してるつもりなので、もし早い、遅い等あればね、コメントで教えていただけると助かります。お尻の穴ギュッと締める。緩める OK。そしたら次、両手を耳の横つきます。上半身ぐーっと反らします。腹筋のストレッチです。腹筋がね、伸びる感覚があればそれで OK です。きつかったら、一回こんな感じで、肘ついてちょっと顎持ち上げる。これでもいいです。腰痛の方とかはね、こうやって肘ついて顎持ち上げる方が腰がね、無理に反らないのでおすすめです。腹筋が伸びる感覚あればそれで結論合ってます。呼吸止めないようにしましょう。結構ね、ぽっこりお腹の方は腹筋のね、柔軟性がないなんてことよくあるので、しっかりね、お腹伸ばしていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたらですね、肘、膝ついたままお腹持ち上げる膝つきプランクです。で、目線はおへそ覗き込む感じ。わざと猫背を作って腹筋を使います。頑張って頑張って頑張って。腰、肩痛い方は肘をね、ちょっと自分の体の方に近づけるとだいぶ負担が減ります。おへそを覗き込んでしっかり猫背作って腹筋ね、意識して使いましょう。腰が痛い方絶対無理しないで。逆に頑張れる人は手を前に出してちょっと腰丸めるとだいぶ負荷が増します。頑張って頑張って。呼吸止めないで、きつかったらサボってもいいですよ。きつい。しっかり腹筋力入れて。よし、OK。そしたら次、上半身べちゃっと寝かせましょう。左足を右、こっちに持っていきましょう。左のお腹の前面、ここが伸びてれば OK です。上半身はね、べちゃっと寝かせておきましょう。左のお腹伸びる感覚ありますか？腰が反っていたい方は無理しないでください。もしいまいちね、伸びてる感覚ないよって方は、
上半身べちゃっと寝かしたまま、つま先をね、誰かに引っ張られてるイメージで、向こうにぐーっと持っていくと、左のお腹がね、伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。腰、肩痛い人とかね、お尻とか裏ももつりそうな人とかは無理せず、できる範囲でやっていきましょう。OK。戻します。反対行きましょう。これで右足を次左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面をストレッチしていきます。右のお腹の前面伸びてるボッケ。上半身はべちゃっと寝かしておきましょう。で、右のつま先ね、誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと後ろに持ってくると、右のお腹の前面、より伸びてくるんじゃないかなと思います。どうでしょう、皆さんついてきてますか？再生速度調整したり、各種目の最後の10秒ね、サボりながら一緒に完走しましょう。本当に1回で反り腰の変化がね、わかりますので楽しみにしててください。で、この次の種目からもう一回上向きになりますので、スマホ持って上向きになりますよ。OK。スマホ持って上向きになりましょう。そしたら次はですね、膝90度ぐらいに曲げたまま、膝同士つけておきましょう。この状態でお尻をギュッと持ち上げる、下ろす。お尻を持ち上げる、下ろす。膝同士つけておいた方がより効果的ですね。きつかったらちょっと足肩幅ぐらいに広げて、これでもいいです。裏もも、お尻使うことが目的です。膝同士つけておくことで内ももにも効きます。いまいちわからないよって方は空いてる手でね、裏ももお尻触って、あ、硬くなってるな、力入ってるなって感覚があれば OK です。あと2回行きましょう。裏ももお尻意識して。ラスト1回。頑張って。うわ、よし、よく頑張った。